日本第一党公認櫻井誠でございます。世界が認める日本人ナショナリスト櫻井誠をよろしくお願いします。櫻井誠、日本第一ジャパンファースト櫻井誠でございます。櫻井誠、日本第一ジャパンファースト東京都知事候補櫻井誠でございます。誠です。よろしくお願い申し上げます。私からは以上です。はい、それでは櫻井誠登壇となりました。大きな声援でお迎えくださいませ。はい、ということでございまして、この度ですね、東京都知事選に立候補しております日本第一党櫻井誠でございます。まず最初に言っとかなきゃいけないことがあります。そこの警察官、我々ね、雷門の前でやるって言ったろうよ。それね、右翼団体があそこでいつも凱旋やってるんですよ。だから我々だってできるだろうと言ったら、いや、選挙活動中はあそこに止めちゃいけませんって言ってる。おい警察官、恥してや恥を。右翼団体は怖いからね、何もしない。でも我々はね、選挙活動をやらせない、バカなこと言ってんじゃねえやい。もうお前たちにね、これから先どこでやりますって言わないからね。いや、これきちんとね、我々は警察にここでやります、何時からやりますとね、届け出出してるんですよ。やる意味ないじゃないですか。右翼団体が目の前でやってるのに、なんで我々ができないんだって聞いてんだよ、君たちに。答えろよ。それからね、今日日テレが来ております。日本テレビがね、取材に来てるんですけれどもね、いや君ね、取材するのはいいんですよ。そこでね、どうせ来るんだったらね、どうせ来るならね、あんた日テレの講義の時に来なさいな。今回このですね、櫻井の凱旋、日テレでも行います。日テレ前でも募金詐欺の24時間テレビを断固として批判します。なんか後ろ来てるよ。こっち行きます。いやね、24時間テレビね、批判しにね、日テレに行くから、だからあんたその時にね、取材に来りゃいいんですよ。わざわざこんなところ取材しなくたっていいんですよ。そうでしょ皆さんね。誰がどう考えてもね、募金詐欺番組が続いてる、これ納得できるもんじゃないんですよ。ましてや障害者をバカにしてコケにしてですね、私だって第一級ですよ。第一級の障害者ですからね。いや、それをバカにしてですね、で番組でですね、金儲けやってる。でその儲けた金をですね、ギャンブルに使ってる。バカじゃないのかね君は。どう思うよ日テレの人間。それね、こっちじゃなくてあっちに言うんですよ。あっちに言うんですよ。あれは日テレですからね。まあということでございましてね、もう今日は全然関係ない話題から入っております。そちらの方にもですね、外人の方たくさんおります。ようこそ日本にいらっしゃいました。我々は日本にですね、観光として来る外国人まで排除しようと言ってるわけではありません。我々が言っているのは、日本に定住したい、日本で暮らしたいという外国人なんです。その外国人ももちろんですね、日本の法律を守って文化を守って、あるいはね、日本のね風習に従うというんであるならば、誰もそこまで揉めないんです。ところがですね、クルド人、最近ではクルド人ですね、先人も同じですけれども、このクルド人というのが埼玉県川口市を中心に暴れ回っております。事あるごとに暴れ回りで、今ね流れているですね、このですねバカメディアは流しませんけれども、ネットでは皆さんもご存知の通り、クルド人がですね警察官に捕まって尋問を受けている姿が山のようにございます。その時には自分たちはまるで被害者のようにね、被害者のように振る舞う。こんなですね外国人を受け入れるなと言ってるんです。川口市の市長、そして埼玉県知事、ろくでもない人間です。川口市の市長がですね、つい先日の、こっちは TBS ですけどもね、TBS の番組で
今川口ではクルド人問題は起きておりません。ですからね、皆さん安心してください。我が町はですね、クルド人と仲良く共生しています。バカ言うなやっちゃ話なんですよ。14歳の女の子がね、クルド人に性暴行されて仲良くなんかできるかよ。当たり前でしょこれ。それをね、川口市の市長が、埼玉県川口市の市長が、いやそんなことはないんですと、こういうことを言い続けております。これが今の日本なんですよ。そしてもうそのクルド人たちはこの東京にも来ております。ですから櫻井は言っているんです。外国人をこのまま日本に留めちゃいけないと。先ほど言った通りです。観光に来る分にはね構わないんです。いくらでも日本で金を落としてってくださいな。本来はね、インバウンドというのは我々がね取ってた政策じゃございません。それがですね、安倍晋三以降どんどん外国人が日本に来るようになってきて、そして今じゃですね、300万400万、これ正規の数ですからね、正規の数で300万から400万、さらに言えば不法滞在者、カウントできない不法滞在者がさらにそこに来て500万と言われております。ですからもうはっきり言えば1000万近くの人間が、外国人が日本に定住してるんです。でこの数というのが欧米式のカウントで言えば、日本は世界第4位の移民大国になってるんです。他の国にですね、特にアメリカなんぞに日本人は外国人が嫌いだなんて言われる筋合いなんかこれっぽっちもないんだよ。お前たちのカウントで、アメリカのカウントで日本は世界第4位なんですよ。なんでこんだけね、日本がこの狭い国土に外国人受け入れなきゃいけないんだって話なんですよ。今どんどん外国人が日本に入ってきて日本に居ついております。それも日本の法律さえ守らない外国人です。で都合が悪くなれば、私外国人ね、日本語わからないね、これで何もかも不起訴になるんですよ。こんなことが続いていいわけがないんです。確かにこれは国政の問題かもしれない。でも東京都だって同じなんです。言っておきますけれども、そこにいる警察官もそうだけれどもね、警察官というのは地方自治体に所属しています。ですから警視庁というのは東京都に所属してるんです。国家が持っているのは警察庁、地方が持っているのがですね、警視庁なり各都道府県警ですよね。ですから警察の指揮を執るのは東京都知事なんです。この東京都知事が皆さんの先頭に立って外国人犯罪許さないと言わなくて、一体誰が言うんですか。確かにね、あんたは外国人の犯罪ばっかり言ってるという。しかしここ日本ですよ。日本において外国人が犯罪を犯す、これはまず最初に断罪されなければならないことなんです。でこれを言うと必ずですね、中指つけてくるですねバカがですね、差別だなんだと言って騒いでくる。冗談じゃねえやい。ここは日本であり、我々は日本人。その生活と安全を守るのであるならば、一番最初に外国人の犯罪を追及しなくてどうするよ。それさえできなかったのが今までの日本なんですよ。いやね、本当に悲しい話です。今日本では外国人の犯罪はですね、しょうがない、みんな多めに見よう、実際に不起訴だらけじゃないですか。警察は頑張ってると思いますよ。でも検察が次から次へと不起訴にするんです。理由はいろいろあります。一番大きな理由は法廷の通訳がいないんです。例えばベトナム語が話せる人、いますよね、いるけれども、それがきちんとですね資格を取って法廷で、日本の法廷で通訳ができる人というのは本当にごくわずかしかいないんです。クルド人の通訳ほとんどいないです。であればどうするか、もうこれ釈放するしかないんですね。だから今日本がどんどん不起訴になってる。外国人の犯罪は見て見ぬふりがされているということなんです。であれば
最初からその元を立てばいいだけの話なんですよ。日本に犯罪外国人はいらないんです。そしてね、何よりもですけれどもね、そこで聞いてる外国人、君たちにも言ってるんです。自分たちの国の人間がね、こうやって我が国に迷惑かけてること恥ずかしいと思えや。いや、これね、我々だって同じですよ。日本人が海外で犯罪を犯したら、たとえ観光客としてそこの国に行ってる人間でも批判されるに決まってるでしょうが、ところが日本に来てるね、その外国人に同じように、あんたの国の人間が日本で犯罪を犯してる、どうしてくれるんだと言ったら、途端にね、差別だと騒ぐ。これが日本なんです。そしてその差別だという外国人の声にみんな口を閉ざしてしまうんです。これじゃいけないんですよ。外国人だろうが何だろうが、自分たちの意思をはっきりと相手に伝えること、これが大切なんです。ありがとうございます。先ほどね言った通りなんです。今こうやってね、皆さんに私は呼びかけてるけれども、今までの日本人がこれができなかったんですよ。なぜですか。なぜね、外国人に対してそこまで弱腰なんだと言ってるんです。アメリカでもね、今トランプがですね、大統領候補として上がっております。多分勝つでしょう、彼がね。不法移民は全部ね、アメリカから出すと言っている。フランスでも同じですがな、マリーヌ・ルペンが率いるですね、国民戦線勝ってるじゃないですか。今回ですね、国民議会の選挙は 33% で第1回目でですね、おそらくこのままいくと過半数占めるんじゃないかという話にもなっております。イタリアでもそうです。このように世界各国でどんどんですね、こういったあなたたちから言わせれば極右と言われている人たち、しかし不思議な話ですね、移民に反対している人たちを極右と呼ぶんであるならば、移民に賛成している人間極左と呼べや。分かってないマスコミ。このクソバカメディアがですね、極左と呼ばないんですよ。極右という言葉は散々使うくせにですね、こういうことを続けているから日本はおかしな国になるんです。で、先ほどの話を続けますけどもね、その極右勢力がなぜ伸びているのか、世界各国でね、それは簡単なんです。移民がどんどん日本に入ってきて、で手がつけられなくなってるんですよ。アメリカでも同じですよ。南米系の人間がメキシコからですね、アメリカに渡ろうとしてる。ヨーロッパではですね、同じくムスリムがどんどん入ってきて、で国内では次から次へとテロを起こす。これだけ前例がありながら、いまだにですよ、いまだに日本ではですね、危機感も持てずにムスリムを日本に入れて、そして土葬だなんだという問題が起きてる。これについて皆さんどう思われます？特にこの浅草寺はね、日本のお寺です。もちろんお墓だってありますよ。でもそのお寺の皆さんね、先ほど言った通りですね、日本のお寺で昔は土葬がされておりました。しかし今ね、日本人は土地が足りないということでみんな火葬になっております。その時にムスリムたちは、自分たちはムスリムだから、イスラム教徒だから火葬はね禁止されてる、だから死んだ後は土葬にさせてくれと。そんな土地がどこにあるんだよと。でも今どんどん進んでるんです。大分県の日出町でも、あるいはね栃木県の足利市でも、どちらとも私行って抗議してきました。彼らとも話をしてきました。今ね、いろんなですね候補者がおりますけれども、口先でねいろんなことを言います。外国人が危険だという候補者もおります。しかしね、現地にまで行って交渉するような候補者が一体どこにいるよ。足利市ではね、栃木県の足利市ではムスリムを名乗るね、この不定の輩が暴れ回り、ここでも同じなんですね。
日本の女性を強姦してます。その理由もね、驚くことです。ミニスカート履いてたから。ミニスカートを履くというのは、向こうではですね、そのですね、ムスリムの国家では女性が肌を表すことは売春婦と同じなんです。だから犯してもいいという理屈なんですね。そんなわけないんです、日本では。ここは日本なんです。何度も言いますけれどもね、日本であることを彼らは認識してないんです。だから平然と強姦なんてやるんです。結局この女性ですね、かわいそうなことですけれども、気が狂ってですね、自殺をしてしまいました。皆さんね、こんな悲劇を何度も繰り返しているのが今の日本なんです。次はあなたたちの番なんですよ。あなたたちがそのムスリムに、クルド人に強姦される、あるいは暴行を受けるんです。その時に守ってくれるはずの警察は、先ほども言った通りですがな、右翼が怖いから注意はしないけど、あんたたちは選挙活動をそこではできませんよという、バカじゃねえのかこの国は。ふざけるなおまわり。自分たちで自分たちの身を守らざるを得ないんです。今の時代ね、大変残念です。大変残念だけど、これが現実なんですよ。それをね、ぜひ皆さんに知ってもらいたいんです。もちろんね、もちろん大半の外国人は真面目に日本で暮らそうとしてると思います。私だってそう思いますがな。しかしね、個別においてこの人はいい人、あの人はいい人なんて分けられるわけねえだろうよ。であるなら外国人を一括りにしてですね、入国させない、日本で定住させないでいいんですよ。しかしそれをするには莫大なエネルギーが必要なんです。外国人と戦うだけのエネルギーが必要なんです。さあ皆さん、ここでお尋ねいたします。今この外国人問題を取り上げてる、そこにいたね、バカメディアが取り上げてるですね、候補者ですね、小池百合子、蓮舫、それから石丸電機ですか。この連中が本当にですね、立ち上がってくれますか。やるわけない。その通りですから。今までやってないんですよ。選挙の時だけですね、偉そうな口聞いてる。小池百合子はそもそも約束事守らないですからね。そんなことよりもまずお前が約束した7つのゼロをなんとかせえやって話ですよね。蓮舫はシナ人ですから。シナ人がそもそもシナの犯罪をね、あんたどうにかするなんてことはありません。で、石丸電機、もうこれ本当に口先だけのパブ力ですから。で、75歳のじいさんもおりましたけれども、もう今日からですね、消えておりました。今この日本において外国人と本気で戦える、それは20年にわたってね、外国人と戦ってきたこの桜井以外にいないんですよ。その通り。ぜひね皆さん、今日はねこういう場所ですから外国人問題を主に取り上げさせていただきました。もう一回立ち止まってね考えていただきたいんです。この国は日本人の国家です。誰が何と言おうとです。日本人のためだけの国家なんです。であるならね、日本のために皆さんが何ができるか。このまま外国人を次から次へと受け入れて、でどんどん文化や風習や伝統をねぶち壊しまくって、それでいいんですかって話なんです。言い訳はないんです。これから先もそこの浅草寺残ってほしいでしょうに、皆さんね。ついでに言えばね、浅草神社もあるんですね、右側の方にですね。それだって残ってほしいでしょうに。でもこれ、もしですね、ムスリムがですね、この日本で実権握ったら絶対にこれらぶっ潰しますからね。彼らは妥協しません。絶対に妥協しないんです。これだけは忘れないようにね、ムスリムの人間は我々にはですね、寛容を求める、妥協を求めます。でも彼ら自身は絶対に妥協しない。例えばですけれどもね、毎回彼らは祈りを5回、1日5回メッカの方向に向かってやっております。仕事の最中にそれやられると迷惑だから申し訳ないけれども、1日2回にしてくれよ、3回にしてくれよと頼み込んでも絶対に彼らは宗教上できないんです。それが人に寛容性を求め、
人に譲歩を求めながら自分たちは絶対に譲歩しない、こんな外国人を日本から叩き出せ。叩き出せ。ということで、本日のですね凱旋終了させていただきます。誠にありがとうございました。はい、ありがとうございました。東京都知事候補日本代表公認櫻井誠の演説、魂の演説会を終了させていただきます。